はい、どうも、おいりです。皆様、大変お待たせしました。今回はこちらの絶対に錆びない包丁をレビューします。先に結論としてどんな包丁かというと、メーカーは神奈川県にあります、根の日という僕が知ってる中でも平均単価が最も高い高級包丁メーカーです。で、その根の日さんには、榊、楓、蓮とかね、いろいろシリーズあるんですけど、今回はこの柊という名前のシリーズで、鉄が含まれてない包丁です。根の日のステンレス包丁の中で一番の性能を誇る柊と公式からも謳っております。でですよ、気になるお値段、額が額なので伝えさせてもらうと、今見てるもので40万です。4万じゃないですよ。聞き間違いとかじゃなくて、40万します。しかもこのブレードだけでね。もう高って思いますよね。でもちょっと最後まで見てください、今回。で、根の日さんの強みって特注品を作れることで、もちろん既存のものもあるんですけど、今回の包丁はもう僕が一からもああしたいこうしたいっつって、刃あたりも厚みもテーパー具合もその R 加減も全ても何もかもオーダーさせてもらいました。なので、金額が人によって全然違います。参考として、例えば、柳の尺の場合、刺身包丁の30センチですね。の場合だと35万円とか。で、そこから柄をどうするかとか、鞘をつけるかとか。で、金額が変わってきます。柄もピンキリで、安いと言っても、黒炭で2万円とか。高いもので、今見てるものがそうなんですけど、これ、カーボンファイバーで作られたものです。この絵だけで、10万円ぐらいします。つまり今見てるこちらは、50万超えるのは想像つくと思います。はい、もうめっちゃ高いです。果たしてその価値はあるのかどうか。なぜここまで高いのかというのは、今回の動画見てもなんとなく分かってくれるだろうし、ぜひね、この動画見終わった後に、根の日の工場潜入動画がありますので、それを見ると、なぜここまで高いのかが分かります。こだわりが異常です。だから異常な金額になると、動画見たらね、もうみんなが納得する。むしろ安く感じてしまいます。ってことで、最後までぜひ動画をご覧ください。では、レビューしていきます。まず外見から、僕がね、どんなオーダーをしたのか。包丁は和牛と片刃切り付け 250mm。厚みは元厚は 3.6mm で絞り強めのテーパーです。テーパーというのはもう先に行くに従って細くなってるってことですね。で、刃の幅は刃元側が 50mm で、しのぎはそのちょうど間ぐらいにありますね。で、この柊根の日と書いてある銘ですね。この銘はありにしましたが、なしでのオーダーも可能です。無印がお好きな方も結構ね、いらっしゃるので、それ対応してくれます。裏はしっかりと裏すきがあり、裏押しも 1mm くらいとかなり繊細な裏押しをしてますね。ほんとこの精度すごいです。で、レーザーでオイリモデルと入れてもらいました。こういうのも自由で、入れる位置とかフォントとかも細かくオーダーできます。あと研ぎについても触れておきます。切り刃ベタ抜きコバは限りなく小さくという注文をしました。僕の視聴者であればね、ここ気になりますよね。エクボないんですかみたいな。そこ気になるところだと思うんですけど、根の日で角砥石の刃付けを担当している岡崎さんという方もね、おいりさんの研ぎ代がないくらいベタ抜きしちゃいましたとおっしゃっていましたよね。この辺りはどんな切り刃になってるか、非常に楽しみです。あと、非鉄素材なので、もちろん磁石にはくっつきません。ここも柊選ぶ方は注意が必要ですね。では次、柄の部分。素材はカーボンファイバー。ロケットにも使われるような、超高級なカーボンファイバーみたいで、柄だけで10万いくようなものです。で、装飾としまして赤ラインを1本細く入れてもらいました。リンゴが好きなので、そのイメージですね。あと、着脱式です。これ本当にすごいです。両の部分をめくぎ用のね、めくぎ槌ってもので外すと、このように柄が抜けます。これすごくないですか？装飾としてこういうデザインをしてる絵は見たりすることあると思いますが、マジで抜けるやつです。これ作ってるとこ見ると本当に恐ろしいんですけど、超精密に仕上げないとやっぱ隙間ができて水が入ってしまったりとか、カタカタ動いてしまってぴったりはまらないとかっていうのがあるので、本当その一本のためにその中子に合うように作ってくれてます。着脱式の良さって何がいいかっていうと、研ぐ時ですよね。柄があると研ぐ角度や動かす幅が制限されてしまいます。もっと縦研ぎしたいのにって時もあるんですけど、それが可能で、あと僕の場合はですけど、包丁の中子ってこうなってんだよってね、人に説明するときに便利ってのもありますよね。で、注意点として、この着脱式はできるものとできないものがあるので、ご希望の方はそのあたりも問い合わせてみてください。はい、では切っていきましょう。切れ味、恐ろしいです。なんかね、これは根の日さんの包丁だから、心配というか、当たり前だよなって感じですよね。めっちゃ切れます。ほんと、非鉄金属って聞いたので、切り心地とかどういう感じなんだろうなと思ったんですけど、そんな変わらないですね。白鋼とか知ってる方は想像つくと思うんですけど、白鋼並みに切れます。要は超切れるってことです。あとこれも面白いところで、
食材の張り付く感覚が弱いと言いますか、あまりないですね。やけにスムーズに切れるなとは感じてて、この張り付きやすさって加工の仕方だったり、刃付けのベタにするかとかハマグリにするかとかでだいぶ変わってくるんですけど、そういう違いなのかなとは思ったんですけど、いろいろ試していく中でやっぱりくっつきにくくねっていう感じもしました。実際にヒイラギを使ってる人もそういう意見の方が多いみたいです。はい、では味について、もう魚切ったり肉切ったりと、約4ヶ月間ですね、いろんな料理しました。結論としてよくあるステンのものとそう変わらないです。ただ、酸味強い系は若干違うかもなくらいの感想です。もう本当に鉄臭がもうゼロですね。鉄が入ってないので当たり前なんですけど、今までそんな刃物、セラミックを除いてなかったので、なんかすごい不思議な感覚でした。研いでる時も料理してる時も鉄をもう一切感じません。このすぐ拭かなきゃとか気を使わなくていい感覚は本当に忙しい人からしたらすごいありがたいと思います。もうめっちゃ楽、本当楽っすね。はい、ってことで酸味の強いキウイの切り方をちょっと紹介します。キウイって枝とつながってる部分めっちゃ硬くてギリギリ攻めようとすると切り落とせないんですよ。なんでまずはその周りに切り込みをくるっと入れます。で指で押さえながらくるっと回転させると簡単に取ることができます。これ気持ちいいですよ。で、お尻の方は切り落とせるのでギリギリで攻めて切り落として、あとは皮を剥いて切っていくだけですね。で、注目してほしいのがこの断面。キウイの種が切れてるのがわかると思います。これで切る包丁は本当に切れる証拠ですよ。見慣れてる断面はこうだと思います。種がちゃんと種の形をしてますよね。これはつまり種が逃げてるということです。だからこういう見た目になる。本当に切れる包丁でちゃんとスライドさせて切れる切り方をすると、種すらも切れてる断面となります。ぜひ今ある家の包丁で試してみてください。多分できないです。煽ってごめんなさい。でも本当に多分できないです。で、さらに究極言います。トマトの種も切れるか挑戦してみてください。本当に切れる包丁であれば、ゼリー状の中にある種さえも逃がさずに切れてしまいます。最高にこれ気持ちいいですよ。はい。それもできちゃうというこのヒイラギとその刃付けをした岡崎さんの力ですね。素晴らしいです。では、切り物最後に紹介したいのがこのヘギ切りです。これ今新生姜をヘギ切りしてます。僕がこの包丁にした理由はまさにこれに特化したものが欲しかったんですよ。型刃であること、ある程度刃性がカーブしてること、糸刃であること、これらの条件がヘギ切りがしやすい形状なんですけど、もうこれまさにですね、牛刀という万能さもあり、押し切りも向いてますが、ヘギ切りが超得意です。あと、刃元側はね、かなり緩やかなカーブなので、ほぼまっすぐなので、かつら向きも十分に綺麗に剥くことができます。では次、気になる持続性について、めっちゃ長切れします。感覚としては青に近い感じなのと、錆びないので、食材に触れ続けた時の錆びによる若干の低下が起きないのは魅力的だなと感じました。はい、では次、研ぎいきましょう。まずは気になる切り刃の状態ですよね。はい、どんなものか。ワクワクしながら砥石に当てさせていただきました。こちらをご覧ください。おー。すげえ。はい。見て分かった通り、思わず声出ちゃったんですけど、今までこの状態にするまでも何時間かかったことか。逆になんか寂しくなりました。はい。すごいです。と感激したのと同時にもっと感激したことがあります。それは研ぎやすかったことです。砥石とのかかりが本当によく、滑る感覚がしないですね。炭素鋼と同じくらいか、下手したら炭素鋼より研ぎやすいんじゃないかと思うぐらい。そのくらい砥石のノリが良くて、これはびっくりしすぎましたね。ぜひね、これみんなと共有したい。ほんとびっくりしちゃった。あと、ここで伝えておかなきゃならない点として、今回の新品時のこの切り刃、ベタ研ぎとか、この糸刃の刃付け、これは通常してないです。僕だからこうしてもらったっていうのがあって、ちゃんと研げる人、ご理解のある人には、後からね、自分好みの小刃にしてね、ということで、バチバチにベタ抜きしてくれてます。ほとんどの方がこれで渡してしまうと、かけまくってクレームだらけです。なので、もちろんね、包丁の種類やお客様によって変えてると思いますが、通常はね、抜きすぎず、ふんわりしたハマグリだったり、小刃もね、もうちょっとしっかりめについてるはずです。はい、ではここで小刃についてもう一度おさらいします。よく小刃は必要ですか？切り刃のまま刃先まで持ってくって学校で習いましたけど、それってダメなんですか？とよく聞かれますし、今でもね、そう思ってる人かなり多いと思います。僕もね、そうだったんで。で、結論として絶対に小刃は必要です。正確に言うと、破格が30度は必要です。30いかないと食材はおろか、まな板にも耐えられないと思ってください。すぐかけるし、すぐ切れやみます。で、さっきのじゃあ包丁の切り刃のまま刃先に行ったらどうなるかっていうと、刺身包丁の切り刃はだいたい12度、薄刃は9度、分厚そうな出刃ですらだいたい15度ぐらいです。つまり最終破格を30度にするための小刃は必要ってことが分かりますよね。例外としてハマグリの場合は別ですよ。丸く
なってることで、その研ぎ面は一面だとしても最後のね破角が鈍角になる。だから別にさらにその二段刃は必要ないってことはわかると思います。今でもねそうだと思いますが、僕が調理師学校の時代は二段刃は悪として扱われてました。二段刃つけずに切り刃だけで料理できてる人っていうのはもうたまたま研ぐ時ブレてたりとか、砥石がへこんでるとかで、たまたま刃先の角度が30度に見立ったからです。本人は自覚ないんです。本当に切り刃の角度のままいったらペラッペラすぎて包丁として使い物にならないです。アルミホイルとか金箔を想像してください。ふにゃふにゃですよね。あれはね極端すぎますけど、包丁も似たようなイメージで考えていただけると、刃先をね薄めすぎるのは NG とお考えください。はい。では砥石の話に戻ります。他にはないこの素材の特徴として僕が感じたことは、8000番以上の超仕上げまで当ててほしい。そして天然砥石は向いてないかも。この2点についてお伝えします。この素材は番手ごとの変化が分かりやすくて、8000番以上当てるのをお勧めします。12000、16000とかでもね、その恩恵が分かりやすいです。で、さっきの時に感動したとかって話を澤田社長に言ったところ、面白い返答が来まして、おっしゃる通り、研磨性は炭素鋼、しかも白紙クラスか、それよりも削りやすいほどだと思います。8000とか1万番オーバーの超仕上げ砥石で研いでも、黒い粉がどんどん出るのは驚きです。普通、研ぎやすさと切れ味の持続性はトレードオフで、つまり研ぎやすければ長切れはしない。研ぎづらければ長切れはするが鋼材の宿命なのですが、ヒイラギは削れやすいのに切れ味が落ちにくいという常識破りで理想的な性能です。これは普通の炭素鋼やステンレス鋼は角があれば丸みたがる性質なのが普通なのですが、ヒイラギは素材自体が角が尖る性質のようです。板の段階で手を切ってしまうのはヒイラギだけ。社内でも板材を受け渡すのにヒイラギですなんて注意を呼びかけるほどです。また面白い情報として、これだけ削りやすい包丁なのに粗削り段階では粉末鋼よりも削れない、つまり製造段階での加工はとても大変という変わった素材なのです。いやめっちゃ面白いですよね。もう何それって感じです。もういろいろそうなんだってね言いたいところですが、とりあえず僕が経験して確かに感じたことは、研ぎやすさと切れ味の長切れを両立できてるということです。これありえないと思いますよね。試してみればもう嫌でもわかります。本当にそうなんですよ。はい。で次の天然砥石は向いてないかについて、これも初めての感覚でした。天然砥石いくつか刃付けをしたんですが、刃先がねモロモロした状態になり切れなかったです。こちらの映像を見ると分かりやすいですが、帰りは出るんですけど、帰りの出方もちょっと違和感があって、で裏押ししても取れず、また糸刃付けしても取れず、また裏押しみたいな感じで、そのいたちごっこしました。帰りをねこうやって新聞紙とかで撮ってもみたいな、なんかいまいち切れないっていう感じで、おそらくねこの非鉄素材の特徴なのかなと思います。ここでねいい映像撮れたので、帰りをちゃんと撮りましょうっていう話もしておきたいんですが、これ左側帰りがある状態で、右側帰りが取った状態、左側は切れないです。よくある悩みで研いでも切れないですっていう方のね原因は鈍角すぎとかね、他にも理由あったりしますが、ほぼほぼこれですね。帰りが残ったまま、これを取らないと切れないので、これを取って初めて切れる状態になります。仕上げ砥石とか鋼材によっては研ぎだけで帰りも一緒に取れるものもありますが、中戸終わりの場合は特に帰りが残りやすいので注意してください。あとここでも澤田社長の返答も共有させていただきます。天然砥石での糸刃研ぎについては個人的に完全にマッチする場面は少ないです。しっかりと切れる天然砥石は十数本触って2本だけでした。多くの場合包丁の切れにギザギザ感が残る感じがします。天然砥石でもマッチすればかなりの切れ味が出ますが、砥石を選ぶのでいきなり天然砥石を探るよりは、まずは糸刃だけでもロックスター16000で揃えると包丁性能は分かりやすくなると思います。またおっしゃる通り帰りがまとまりきらないという印象を受けます。この辺りの最終的な切れさせる感覚や技量がないと、せっかくのヒイラギは低い評価になってしまうということがメーカーとしてはとても気を使っている点です。はい、とのことですね。では次、和包丁の切り刃の研ぎについてもお話ししておきます。特に切り刃が広いものとか刃線がまっすぐの、薄刃包丁とかですねっていう包丁の切り刃はムラになりやすいです。角砥石だけで綺麗にしようと思ったら至難の技です。もうムラになって当たり前なので、正直激ムズなんですよ。でこちら見てほしいんですけど、これ、和包丁の模型ですね。この切り刃面見ると分かる通り、和包丁の切り刃ってこのようにプロペラ状になってるの分かりますかね。平らな面が一つもないんですよ。ね、わかりますよね。もうわかりやすい。これ知り合いの大工さんに作ってもらったんですけども、素晴らしい。こういったひねりの理解も必要だし、それに合った砥石を選ぶ必要があります。合う砥石の特徴としては、柔らかめ、泥多めのものを選ぶと綺麗に仕上がりやすくなります。参考として僕の持ってる天然砥石の場合だと、こちらですね。この日照り山とかが特にそうですが、こんな感じでその黄色でもちょっと暗めの黄色、黒が入ったような黄色のものは僕の経験上結構柔らかい
傾向にあります。そういったものを探して試し研ぎして買うといいかなと思います。あとこの僕の内曇りもすごい良かったですね。白くね綺麗に上品な濁り方するのが特徴です。あと腎臓だと腎臓青と総一層2000、合計はやべさ4000とかは綺麗に仕上がりやすいです。共通点としてはどれもレジノイドですね。はい、あとヒイラギの硬さについて、ねのひさんはカタログスペックにとらわれてほしくないとよくおっしゃってまして、だからね HRC とか鋼材名も非公開だったりしてます。面白いのが同じシリーズ、例えば今回のヒイラギでも同じヒイラギだとしてもその包丁の種類や用途によって硬さを変えてるということです。だから僕が今回硬さはねこうでこうでと言ってもあまり参考にならないですね。ただ間違いなく言えるのは、ねのひの包丁は全て問題なく研げます。その理由は澤田社長が僕らのようにねもうずっと格闘絵師での研ぎをされてきた方だからこそ、そのユーザーのね気持ちがものすごくよく分かってるんですよね。だから研げないものは出さないんです。では次、ヒイラギに限らずねのひの包丁を検討している方に一応伝えておきたい点として、レーザーの目が引っかかるという点です。これ触ると結構ザラザラしてて、それが浮き出てる状態です。だから包丁を拭くと結構気になります。繊維が残ったりとか拭きづらかったりとか、かっこいいのでね入れたい気持ちもありますが、ここにこだわりがない方は無印にしてもいいかなと思います。希望があればもう本当に何もない状態でやってくれますので。はい、では最後にこのヒイラギの特徴要点まとめますと、鉄が含まれてない素材でできた絶対に錆びない包丁、剥離性がいい、長切れする、研ぎやすい。最も感動したのはこの研ぎやすさですね。この鋼材がもっと安く手に入って多くの人が使うようになったらもう世界は平和になると思いました。もうねのひさんよろしくお願いします。本当ね価格以外のデメリットがほとんどないのではという話もしてて、実際にチャット GPT に非鉄素材のデメリットを聞いたらこのような回答をいただきました。世の中の非鉄素材といったらセラミックやチタンですが、それらのデメリットってかけやすい、研ぎにくい、切れ味が劣る、プロには向かないとありますが、もう全て解決されてます。デメリットは本当に価格以外ないのかもしれないです。ただもうその価格のデメリットがでかすぎますよね。まあまあなお買い物。でもですよ、例えばこういったねカメラ、こういったカメラ今ねこの見てるセットでだいたい50万ぐらいしますが、ちょうどこれとこれが同じぐらいってことですね。これとこれが。それはいいとして、これより上もまだまだあって、専用機になるともうボディだけで70万80万超えるものも全然あります。その感覚だと全然僕は普通だなっていうか、包丁にもそういうものがあってもいいなって思います。カメラも安いコンデジだと1万円以下で買えるように、包丁もそうじゃないですか。包丁もねそのくらいの振れ幅があってもねいいと思うんですよ。面白いと思うんですよ。もうねそういうのが存在してることが嬉しいですよね。そういうレベル違いのものを生み出してほしいから、もうどんどん研究してほしいなって思うし、応援したくなりますよね。世の中にないものを作るには忙しすぎるのは良くない。別のことをする遊びが必要で、やっぱね失敗しまくる覚悟で挑むと思うんですよ。このヒイラギも絶対そうだったと思うんですよ。だからその分のコストはもちろん上乗せされてると思います。だから高い。でもさっきの応援って意味で、そのねのひの包丁を使ってる人、購入してる人たちっていうのは質の良さはもちろんだと思います。使ってて使いやすい、めっちゃ切れる。でもやっぱそこを応援したいという気持ちも入ってるんだろうなとやっぱ思ってて、それで気持ちよくお金を払ってるんじゃないかなと思いました。特に高い買い物をするときはね、皆さんそうだと思いますが、気持ちよくお金を出したいですよね。高いなとか、なんでこんな金額するんだろうなって思いながらお金を払うよりも、買わせてくれ、応援させてくれって気持ちになってお金を出した方がもう気持ちいいですよね。クラファンとかもそうじゃないですか。そこにストーリーがあるから人は人を応援したくなる。なので少しでもねこのねのひの包丁を購入検討してる方いましたら、ぜひ工場潜入動画もご覧ください。はい、ってことでちょっと注文に関して最後注意点。このヒイラギに関してはというと、生産数の関係から注文を受けてる期間を限定してるとのことで、まさに今6月中注文を受けてるとのことです。で次は12月とかおっしゃっておりました。年に1回か2回はするみたいです。ぜひぜひ見積もりだけでも問い合わせてみてください。問い合わせ先は概要欄にインスタの DM かとか公式のメールアドレスとか貼っておきますので、ぜひご覧ください。ってことで終わります。ここまでご視聴ありがとうございました。今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。